回目の訪問となります。ということで、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、飛行開発実験団で、広報を担当しております白井と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回は F15 の体験タクシーをさせていただいたんですが、今回はまた違ったことをさせていただけるんですかね。はい、本日は、当団でラストフライトを迎えました F4、通称ファントムの戦記をしていただきたいと思います。そうですか。ファントムの戦記ができるんですか。はい。めちゃくちゃ楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。これがファントムですか。久しぶりに見ました。今回これを表せていただけるんですか。はい、本日はこちらを戦記していただきます。なんか久しぶりに機体を見て、なんかちょっと感動してしまいました。はしごがあるんですけど、これはどういうことですか。本日はこの後戦記場の方に、機体移動するんですが、その際にコックピットの方に座っていただきますので。座っていいんですか。はい、大丈夫です。めちゃくちゃ嬉しいです。もう至れり尽くせりでありがとうございます。はい、ということで今から F4 ファントムさんに乗らせていただきます。すごい楽しみです。シートの方を踏んでもらっていいので、はい、一回シートの上に立ってもらって。はい、わかりました。じゃあ失礼します。うわー、すごい。よいしょ。うわー。じゃあ座ります。よいしょ。なんか狭いので。なんだろう、前乗った15よりはだいぶ狭いかもしれないです。すごい。行ってきます。そうね、持ってくれ。いや、まだ。到着戦記場に着きました。引っ張ってきてもらいました。ということで戦記場にやってまいりました。最初に機体の説明を聞けるということで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。田崎と申します。よろしくお願いします。飛行開発実験団の飛行隊飛行班長をしてます篠村さんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ではあるんですけど、いろいろと機体の説明お願いしてもいいでしょうか。はい、お願いします。お願いします。では、どこからいきますか。じゃあ機体の前の方から説明していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
こちらに関してはピトー管っていって、はいですね、どの飛行機にもついてます。場所はいろいろなんですけども、機体の、先っぽにあったり羽にあったり、い胴体の横にあったり、この穴から空気を吸い込んで、その空気の速さで速度を機体のコックピットの方で表示するっていうようなものになります。昔の飛行機は割とこの前についてるタイプが多かったですね。最近はやはりこの中にレーダーがあったりしてて、邪魔なのでだいたい後ろにつけるような航空機が多くなってます。そうなんですね。じゃあこちら来ていただいて、失礼します。ですね、じゃあこのこれなんですか？特製差し棒を使って説明させてもらいます。特製差し棒、これ飛行開発実験団が開発した最新鋭の差し棒になります。これ最新鋭なんですね。はい、最新です。手作りですか？そうですね。後輩が作ってくれました。こちら黒い部分ですね、はい、こちらの方がレーダーが入ってます。黒いペイントになってるんですけども、レーダーを透過しやすい素材でできてますね。素材的に鉄だとどうしても中でレーダーが反射して外に出ないので、黒い塗装で抜けやすくっていうような形になってます。そうなんですね。はい、材質もプラスチックに近いような形になってます。ちょっと触ってみてもいいですか？はい、もう硬いと思います。非常に硬いものですね。本当だ。だからDo Not Paintって書いてあるんですかね。そうですね。はい。色を塗ってしまうとレーダーの透過率に影響するっていうところで、はい。ペイントができる。でこちらの方にあるのが20ミリのバルカン砲が通常入ってます。はい。でここの方から弾が出る形になってるんですけど、試験用の航空機っていうところでガンガン積んでませんので、このように型がされてるんです。なるほど。試験機だからこういった形になってるんですね。後ろの方に来ていただいてですね、これはいっぱいサインがされてますけども、待機した際整備員がですね、もう思い思いの気持ちを込めて、これちょっと感動しますね。二分隊最高とか、ね、俺の青春が終わるとか、ありがとうとか。なんかこれを見るだけでちょっとうるっときてしまいますね。はい。私も大体病に約20年ですね。売りましたんで、はい。もう本当ファントムと一緒に青春過ごしたって言っても過言じゃないですね。そんな方からお話が聞けて本当に嬉しい。基板が301ですね。301って通称言いますけども、この1は1号機300番台から F4 はスタートしています。なるほどなるほど。で301から始まって最終号機は440、440号機ですね。獅子丸ってよく獅子丸、はい、マニアの飛行機好きでは言われてますけども、トータル140機日本では製造されてます。それの本当に一番最初の機体の、はい、機体になります。はい、感動する。この1号機はアメリカから直接日本に空輸してきた航空機になります。はい、で3号機以降は日本で製造されてるんですけども、最初の2機だけはアメリカで直接作って持ってきたっていう飛行機になります。このカラーリングなんですけども、ちょっと薄いグレーで一般的なちょっと戦闘機より薄いと思うんですけども、確かによく見たら結構薄いなって思いました。これが当時アメリカの方で塗装されてた記念の色を最後退役の際にまた当時を再現しようということで、このカラーリングで塗り直してます。そうだったんですね。じゃあ徐々に後ろにはい、お願いします。今ちょうど出てますけど、これがラダーっていって機体に乗り込む際に、通常ははしごがかかってはいるんですけども、もしそういうなんですかね、支援が得られないような空港に降りた際は、これで自分で出してここも足入れられるんですけど、ここにも行けるんですね。はい、こことここですね。で足を入れて自分で乗り込んでいくって形になります。これがこのように収納できる気持ちいい。はい、降りる時もここに足入れるとこのように自動的に出てくるって形になってます。入れるところから下から上げて、はい、どうぞ。こうですか？はい。で最後ちょっとロックかけるためにグッと押してください。はい。わかりました。降りるときはここ、本来であれば足入れて踏んだ際に自動的に出るんですけども、ここにボタンがあるのでこれを押し下げてください。
いきますよ、はい、せーの、ちょっと硬いんですよ。よいしょ、両手が痛いんですよ。わあ出ました。面白い。で次後ろの方に行って、まあ、はい、これは記念塗装ですね。退役する際にこちらの方でやったものになります。あとはこちら覗いてもらうとエンジンが入ってるんですけども、エンジンは2つ入ってます。エンジンは J79 といってターボジェットエンジンっていうエンジンが2つついてます。まあ、非常に強いエンジンでマッハ 2.2 まで速度を出すことができます。マッハ 2.2、もう想像ができない。そうですね、音速の2倍以上ですね。これ中って見ても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。おお、お邪魔します。わあ、めっちゃ見える。こちらの方、ここちょっとくぼんでる部分があると思うんですけども、見たいです。この辺ですね。はい、ここがちょうどミサイルが半埋め込み式ですね。半分埋め込んだような形で搭載できるようになってます。まあ、結構長い、そうですね、中射程ぐらいのミサイル、レーダー誘導のミサイルが搭載できるようになってます。これが、1、2、あと後ろの方にも2箇所あって、お腹の下に4発、搭載できるような形になります。あとこちらの今白いものがあるんですけども、こちらにも2発。おお、ここにも、はい、いっぱい。ここにも2発ともがドーンと積めるようになってます。こちらは赤外線誘導のミサイルといって、相手の熱ですね、エンジンめがけて飛んでいくようなミサイルがここに2発、なんで左右4発、トータル8発ですね、ミサイルは積むようにできてます。いっぱい積めますね。はい。こちらが、これは燃料タンクになっています。燃料タンクですね。こちらにも記念塗装がファントムフォーエバーって書いてありますね。ファントムフォーエバーって書いてある。まあ、こちら燃料つけたり外して、爆弾をつけたりとかっていう形で、まあ、いろんなものを搭載して戦闘できるような飛行機になってます。はい、こちらも触ってみてもいいですか？どうぞ。はい。もう燃料は入ってないからそうですね、軽い音がしますね。ちょっと汚れてるんで、こういうのはこれはちょっと後で洗いましょう。後できれいにお願いします。はい、そうします。で、こちらが羽ですね、主翼になります。はい、ちょっとファントムの特徴としては、機体のお腹ですね、底辺のところに羽が出てるっていう併翼タイプの航空機になります。で、こちら外側がこうせり上がるように上がってるということで、結構このフォルムがすごい特徴的で、そうですよね、なんか他の機体と比べてもどっしりしてる感じがしますよね。独特のフォルムがあって、まあ、これが本当に何ですかね、やみつきになる、正面から見ると非常にかっこいいシルエットになります。これがいい。これがいい。ありがとうございます。この飛行機は関西機、もともとアメリカ海軍の空母に搭載される航空機として開発されてます。はい、なので、狭い艦内にいっぱい搭載しなきゃいけないってところで、折りたためるようになってます。この羽が、はい、ここを軸にパタンと倒れるような形になります。パタンと。はい。さすが関西機。そうですね。それで両幅が縮まるようになってます。はい。ちなみに高さもやはり船の制限を受けてて、F15 なんかに比べると背が低いのはちょっとその理由もあります。はい、垂直尾翼がちょっと低く、そうですよね、低くなった分ちょっと面積が足りないんで前側にちょっと伸ばしてっていうような形で、ラダーの力をキープしてるっていうような設計になってます。確かに15に比べるとだいぶ低めですよね。そうですね。長さは F15 とほぼ一緒ですけども、高さがやっぱりだいぶ低い形になってます。こちらの方が羽になります。エルロンと言われるものですね。はい。これで機体をじゃあせっかくなんでこれで右左に傾けるような、ちょうどここの翼の部分ですね。わかりやすい。これが下がるとこの羽の力が揚力が増えて右に傾く形になります。これめっちゃわかりやすい。そうです。こちらはフラップと言いまして、着陸する際に下げて使うものになります。ちょうどこの部分ですね、機体の。これが下がるとどうなるんですか？下がると非常に遅い速度でも飛べるように、低速でも飛べるようになります。これが60度。結構下がりますね。角度にして、もう
このような形でですね、おー、はい、ほぼ壁のような形で羽の形がまっすぐからぐっとこういう形に変わることができます。それで非常に遅い速度でも降りることができるようになってます。で今この開いてる赤い部分ですけども、はい、これがスピードブレーキって言って、スピードブレーキ、はい、通常はこう上に上がってるんですけども、今ちょうど下がってる状態、これで空気抵抗をかけて減速させるっていうようなものになります。じゃあ最後、はい、また後ろの方でちょっとエンジンを見ていただいて、はい、見たいです。こちらがエンジン、先ほど前から見て空気が最終的にここから出ていくっていう形になります。どうぞ見てください。いいですか、はい、失礼します。おー、あ、でも前回15も見せていただいてるんですけど、15に比べるとやっぱちっちゃい感じは、そうですね、15に比べるとだいぶ小さい形になります。しますね。ちょっとコンパクトな感じですね。いい匂いがする。はい、なんか癖になるいい匂いがする。でこのエンジンが、こうしぼまったり広まったりとかっていうので自動的に調整して、一番いい、水力を出す。いや、しぼまったり広まったりしてるところを撮りたかった今日は。そうですね。これもう動かない。動かないんでですね、もう見れませんけども。で次こちらがですね、アレスティングフックと言いまして、ワイヤーに引っ掛けて止まる際に使用します。もともと空母に降りる際はどうしてもワイヤーに引っ掛けて急ブレーキかけなきゃいけないっていうのがありますので、これで、自衛隊の場合滑走路におりますんで、通常は使用しないんですけど、ブレーキが故障した場合とかにおいてはこれを使ってワイヤーに引っ掛けて止まるっていうこともあります。非常に頑丈にできています。めっちゃどっしりした鉄の棒ですね。これだったら止まれそうな。F15 や F2 についてのもっと華奢な感じで、本当に緊急事態用なので、ものすごく華奢に作られてます。これ関西機なんで、基本これで降りるのが常なので、こんなに頑丈に耐久性のあるもので作られてます。もう常に使う前提でもともとついてたものなんですね。そうですね。水平尾翼ですね。水平尾翼。はい、になります。これでこういう上下ですね、上昇したり降下したりっていう形で、これが下がってるとどうなるんですか？前が下がるとこのように上昇します。でこの前が上がって後ろが下がると降下していきます。はい。非常にわかりやすい。なんか授業みたいになっちゃいました。次ラダーですね、先ほども言いましたけど、ちょっと背が低いタイプのラダーになっています。ラダーも動きますね。はい。ラダーはちょうど後ろの部分ですね。今ちょっと右に傾いてるんですけども、あれが右に行ったり左に行ったりですね。地上であれば車と一緒にハンドルの代わり同様に右左。上空も一緒で右行ったり左行ったりって形になります。あと F4 が特徴的なのが着陸する際ですね、遅い速度の際はさっきはエルロンでこう動くって言ったんですけども、ちょっとそれをやると右に行こうと思ったのに左に行っちゃうっていうなんですかね、特性があります。そうなんですね。どうやって降りるかっていうと、このラダーを使って降ります。どうやって？ラダーで右にこう踏むとですね、こう難しいんですけど、上半角効果っていって右にこうやると右に傾くという、通常はこうだけなんですけども、ラダーでこういう旋回ができるっていうような形になります。なので F4 乗りはラダーを使って着陸するっていう、はい、そうなんですね。普通の飛行機じゃないです。多分この飛行機だけだと思うんですけども、ラダーを使って降りてですね、はい、よく足癖が悪いって言われるんですけども、すぐ足が出ちゃうんでですね。足が出る。はい。それはラダーとか F4 乗りの宿命ですかね。はい。ラダーをよく使うのは F4 乗りだなってすぐ出身がバレるというですね。はい。そんなトリビアもあります。めっちゃ面白いです。全然知らなかったです。あとお尻のとこ見ていただいて、この辺ですね。ちょっと今黄色い紐が出てるんですけども、この中にシュート、トラックシュートといって着陸した際パラシュートですね。はい。それがここに収納されてます。これここなんだ。はい。そこがパカッと開いて出てくる形です。それをなんか間近で見ることってなかなかないから面白いです。これもちょっと顔みたいだねって言ってよく言われますね。
口と目とですね、ちょっと可愛いらしい感じですね。可愛い。最後ちょっとお腹の下を見て、あとコックピットの方、説明したいと思います。ですね、実はこれ特別に塗装されてます。見てください。お腹にもペイントが。これすごいですよ。はい。F4 導入されたのが1971年になります。で、退役したのが2021年というところで50年間、使用しました。そのメモリアルとして塗装をお腹に施してます。あとこのマスコット可愛いと思うんですが、これがですね F4 のマスコットでですね、スプープって言われるキャラクターになります。有名ですよね。有名ですね。もうさりげなくちょっとお腹の下にペイントを残してます。ずっと寝転んで見ていたいこれを。さあ次コックピットの方に乗って説明したいと思います。はい、お願いします。いただきます。頭をつけないようにお邪魔します。よいしょ。お邪魔します。はい。じゃあ早速、お願いします。はい、コックピットの方に説明に移ります。まず操縦なんですけども、これが操縦桿になります。戦闘機ですねは基本的にこの1本の操縦桿で動かします。もう触ってもらっていいですか？触っていいですか？失礼します。今ちょっとシートが一番上にあるんで、通常はもうちょっと下げてなんでちょっと持ちにくいとは思うんですけども、持ってください。拳銃のなんですかね、持つとこみたいなイメージあると思うんですけども。しても大丈夫ですね。この人差し指のところに引き金みたいのがあると思います。ありますね。これ1段2段で引けますね。1段ガチッと2段。本当だ本当だ、すごいすごい。これで先ほど言ったここの先っぽから20ミリのガンが発射されます。ちなみにこの赤いところですね、これも押しちゃっていいです。いいですか？これが先ほど言ったミサイルがミサイル発射。こっち。発射されました。発射されました。で、操縦するときはこれをですね、右左とか今ちょっとエンジンかかってないんで、油圧がかかるともっと動くんですけども、右左上下って形でですね。でも結構動く結構動く。上下に引っ張ると機体が上に上がります。押すと下がって、右だと右はちょっとこういう形ですね。本当だ。左だとっていうような感じで操縦してます。あと左の方に行って、これがですね、スロットルになります。エンジン2つありますね。右エンジンと左エンジンって形でなってます。これも前に出しちゃっていいですか？前に出すと車でいうアクセルですね、加速されてちょっと重いと思いますね。これもエンジンかかるともっとスッと動くようになってます。そうなんですね。今はちょっともしかしたら錆びついちゃってで操縦桿にもいろいろスイッチあるんですけども、このスロットルにもいろいろスイッチがありまして、こことかですね、これがスピードブレーキだったり、この下が無線機だったりとかですね、あとこちらにもボタンがあったりという形でですね。これは何ですか？この赤いボタンがエンジン回す際の何ですかね、イグニッションですね、点火装置、その赤いボタンを押しながらスロットルを前に出すっていうような操作になります。この機体は古いんで割とスイッチは少ないんですけども、F15 だったり普通とかはもっとたくさんのスイッチがあってですね、もう本当ピアニストのように操縦するとっていうぐらいですね、スイッチがいろんなスイッチを操作しながらパイロットは操作してます。ちょっと見づ
づらいんですけども、はい、これですね。あ、これはファントム2って書いてると思うんですけども、はい、ファントム2と書いてあります。はい、ここにあります。その上がマクダネルですね。はい、マクダネル社っていう F4 を作った会社の名盤になります。はい、書いてあります。これが非常にレアですね。あ、これめっちゃレア。はい、アメリカから持ってきたこの301号機にしかないやつになります。一般的な日本で作った F4 にはついてない限定名盤になります。限定名盤、はい、限定とか大好き。あとフライトするときは、はい、こちらのケーキを主に見て、はい、飛んでます。まあ一般的な配置、よく TG 配列っていうんですけども、まあクラシカルな普通の配置になってます。これで、はい、姿勢とかを見てます。雲の中でもこれで上下左右どう傾いてるっていうのが見れるようになってます。これは方位地震と一緒ですね。N がノースで、まあ、今で言うと10度方向、だいたい北の方に飛んでますよっていうのを表示してます。あとはこちらが速度計になります。はい、はい、でこちらに行って、こちらが高度計ですね。こちらがVV 昇降計っていうものになります。どれぐらいの勢いで、登ってる下ってる降下してるっていうのを表示してくれてます。でこれが G メーターですね。何 G かかってますよっていうのが表示されるようになってます。はい、2G、4G、6G、8G っていうな感じで、はい。マイナスもありますね。マイナスもそうですね。マイナス4までメーターあるんですけども、はい、ちょっとマイナス3が一応機体制限になってます。そんなにかけることはないんです。なるほど。そして気になってたんですが、先ほどラダーをたくさん使うということで、ラダーがありますね。乗せちゃおう。はい、いいですよ。はい。これ重いと思うんですけども、動くと思います。あ、じゃあ行ってみますか。よいしょ。すごい重いです。重い。実際がラダーも今右に動いてます。今右足踏んでます。じゃあ次左行ってみましょう。はい、左、せーの、よいしょ。おお、どうだ。動いてますよ。動いてますか。あ、動いてる。これもエンジンがかかると実際もっと非常に軽くパタンと動かすことができます。そうなんですね。筋トレですね。筋トレですね。ラダーを上手に使えるようになると F4 がうまくこう動いてくれるようにできます。さすが。こちらの方がレーダーになってます。レーダーの表示がされるようになってますね。はい、レーダーがここにあります。あとこのガラスが、まあ、ここがここに標準器が映されて狙ったりできるようになってます。まあ、ハットとはまた違うんですけども、それのちょっと前、前身の機材になります。がここにあるんですね。はい。まあこれが着陸の車輪を下ろすためのレバーになります。はい。はい。タイヤみたいな形をさせてるんですよね。確かにタイヤみたい。丸くデザインされてます。割とどの飛行機もこんな感じでデザインされてますね。はい。丸いです。あとフラップなんかは羽の形をイメージして作られたり。羽の形はフラップがちょっと見づらい。あ、ここですね。これですね。これですね。ここにあります。ああ、触ると確かになんか感覚的に羽っぽいフラップですね。はい。おお。結構手の感覚で分かるようになってるんですね。そうですね。じゃあもっとマニアックなことで、まあこういうスイッチもですね、こういう形でだいたい分かるようには配列されてます。特徴的なのはここですね。三角だったり、丸だったり、いろんな形になりますよね。誤操作を防止するように作ってます。そうだったんですね。ちょっと大事なスイッチは形変えて特徴をつけてるんですね。このじゃあちなみにこの三角のものは何でしょうか。燃料ですね。使う燃料タンクを選ぶものになってます。羽だったりお腹の下の燃料タンクだったりですね。今時の飛行機は自動的でやってくれるんですけど、当時は手動で選んで、三角は動かしても大丈夫ですよ。いいですか？ちょっと持ち上げて動かしてください。こうか。ああ、こうだ。手が当たっただけでスイッチが入らないように持ち上げないと動かないようになってます。これがさっき言ったフックになります。関西機なんでお尻の下から出てくるアリスティングフックを下ろすレバー、これを下げるとフックが降りるようになってます。さっきの鉄の棒がバンと、これもちょっとフックイメージした形になってますね。確かにこれもだいぶフックっぽい、わかりやすいですね。いちいちこのスイッチを持ってみなくてもなんか手の感覚でわかりますね。
面白い。あー、楽しい。じゃあ最後シートでいうと、はい、これがイジェクションシートって言って、はい、戦闘機の特徴的なものとして、はい、脱出ができるようになってます。おー。万が一機体が故障して、はい、着陸できないような状況になった場合は脱出したりします。この椅子ごと、今飾りさんが座ってるお尻の椅子ごと丸ごと飛び出していく形になっています。ベイルアウトというものですね。はい、この股の間のその黄色と黒のレバーですね。これ股の間ですね。これか。それを引っ張るか、あとはこっち頭にもあるんですけど、これですね。これをぐっと前に引っ張るとボーンと飛び出しています。あとはパラシュートとか中に入ってますので、パラシュートが開いて救命ボートが開いて、ちょっとしたサバイバルキットも。ああ、そうですそうです。はい。トップが出ました。まあ普段使うことはないですね。ただまあ万が一最後の命を。ちなみになんですが、アフターバーナーって F4 だとどうやって出すんですか？アフターバーナーの出し方はですね、はい、まずスロットルを一番当たりのところまで前に出していただいて、これ両方出しちゃってもいいんですか？両方。はい、とりあえずじゃあ両方今一番出しました。はい、じゃあそこの位置から外側に倒します。外側？両方外側ですか？両方外側に倒す。よいしょ。あ、外側に倒すんだ。へー。ちょっと重いと思うんですけど、はい、実際エンジンかけて燃料の圧力が入るともっと軽くなります。そうなんですね。どうでしょう？入ってますよ。おお、アフターバーナー入りました。右が入ってます。右が入ってます。左も。あ、今入ってますね。はい、今アフターバーナー中です。マックスです。今は燃料が入ってないのでちょっと動かしにくいけど、本来であればもうちょっとスムーズに入るそうです。楽しい。ただいま楽しかったです。ご説明いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。実際にファントライダーの方にこうやっていろいろな人がお話を聞けてすごい感動しましたし、嬉しかったです。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。もう非常に古い飛行機ですけども、F4 が残していったものを大事にしつつ、新しい航空機を作って、日本の空を守っていければと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。応援しています。これから洗います。楽しみです。下ろすよ。離すよ。はい、ロック。そうですね。数え見たコースです。今船機の準備中です。今目張りがされています。濡れちゃいけないところに目張りしてます。この流れは C2 と大体一緒ですかね。ありがとうございます。反対側やってるので。濡れないようにかぶせました。うわ圧がということで、今から特別に翼の上に登って側面を洗わせていただきます。この最新鋭のよく落ちるスポンジで洗います。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速。はい、お願いします。翼の上に上がっていいですか？気をつけて上がってください。はい、滑らないよう。
整備員とかですね、登るときに、こういう靴積み、本当だ見てください。これは靴積みなんですね。こう用事登るときにそっかそっか、ついちゃうんですね。ついてしまうので、この辺を取っていただこうかと思いますが、靴積み落とします。はい、隊員さんがいかに同じところから登ってるっていうのがよくわかる。そうですね。ここがウォークウェイってなってるので、ウォークウェイで登ってるので皆さんちょっと足をついてしまうという、こすってしまう。なるほど。では、じゃあ早速いきますか。使い方はまだご存知だと思うので、よく落ちるスポンジで。で、ちょっと注意点はこれ記念塗装してて、ちょっと落ちやすいかもしれない。ちょっと軽めに。わかりました。そうですね。記念塗装も落とさないように。そうですね。優しく。ちょっと地の塗装が見えてしまうかもしれないので、優しめに洗います。あ、消えてる消えてる。こすって汚れ落としてまた最後に洗い流しますので、とりあえずこすってもらって。はい、ひたすらこすります。はい、お願いします。はい。普段からこの機体を整備されることが多かったんですか？そうですよ。私はずっとこの飛行機を整備してたので。そうだったんですね。そうですね。じゃあ思い入れがあそうですね。でもりますよね。2年ぶりぐらいです。こんな洗うなんて。そうなんですね。2年ぶり。そうですね。ちょっと久しぶりに線機やってみたんですけど、私一人じゃとても洗いきれないと思うので、今回は助っ人を来てもらいました。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。また考えた。じゃあだって蹴り上からの蹴り。さあ、先ほど呼んだ子どもたち手伝っていただいてます。こちらです。みんなこすってみてどうですか？落ちてますか？落ちません。落ちない。ちっちゃいのさえ取れない。ちっちゃいのさえ取れない。なかなか靴積みが苦戦しております。みんなの学校の掃除と機体の掃除、どっちが大変ですか？機体の掃除。あ、機体の掃除の方が大変。掃除してるから上手。あれ？そこはしてると言って。いい感じよ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。じゃあキャノピーを吹かせていただきます。嬉しい。よいしょ。1枚で粗拭きして、でもう1枚でもう1回拭きます。すごい嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい、拭けるの。じゃあキャノピー開けたいです。はい。ではこちらキャノピーオープンハンドルをまずこちらクリップを通してください。これですか？はい。おお、びっくりした。はい。でリリースという方に結構力いりますので、はい。じゃあグッと。せーの。結構重い。はい。せーの。よいしょ。はい。ありがとうございます。開いた開いた。大丈夫です。開きました。はい。開きました。はい。あ、ちゃんと。はい、ストラットをかませて。かませて。綺麗になりました。イエーイ。遠慮したらかよ。来てる来てる。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんと洗います。ポスター貼ってある。嬉しい。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。いただきます。もう来てるもう来てる。
が終わりました。でちょっと今これは何ですか？なんか白い部分があるんですけど、こちらはですね、今回片谷さんに航空祭のためにきれいにしていただいた記念としまして、サインを書いていただこうと思います。あら、いいんですか？よろしくお願いします。ありがとうございます。このサインはこのまま航空祭の方で展示させていただく予定となってます。よろしくお願いします。いいんですか？そんな。ありがとうございます。書かせていただきます。書いてると無言になるな。ですかね。書かせていただきました。めっちゃ嬉しい。じゃん。戦記終わりました。イエーイ。機体が綺麗になりました。かわいい。まず持ってますこれ。また一個いつもこうやって持って。おお、やりたい。腰とか大丈夫です。はい、大丈夫です。ちょっと持ってあげて。こんな感じですか？結構重い。結構重いこれ。だいぶ近づいてきてからゆっくり動いてくれると思って。わかりました。で、上の段、上の方に。まだいいです。まだね。上来たら今持ってくる。上げて。おお。もうちょい。嬉しい。やったー。一発で入った。私じゃなくて、腕がいい。こっちの腕がいい。私じゃない。それではこれから戦機場から飛行機を格納庫に戻します。行ってきます。
なんと今回特別に修理隊というところを追加で見せていただくことになりました。ということでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。整備の方とはまた違う部隊ってことですかね。飛んできて壊れた飛行機を直すのが専門の部隊になります。壊れた機体を直すの。わ、すごい。本当に修理って感じですね。ここら辺にあるのは材料とか。材料がある。そうです。これもアルミ板であったりとか、まあチタンとかステンレスとかそういったものを飛行機に使われているので、まあ直すための材料です。自衛隊の中でも本当に材料を使って物を作って直すっていうのはここの部署しかできません。そうなんですね。すごい。中に入ってきた感じ、その格納庫っていうよりはその工房って感じがしますね。そうですね。ちょっとした町工場っていうか工場というか、はい、イメージしていただければ分かりやすいかなとは思います。ちょっといきなり車こんな感じで大丈夫かと思うかもしれないんですけども、これは今何してるの？点検中。飛行機の周りに車とかがいっぱいあるのをレッセンの方で見られたと思うんです。はい、見ました。その車たちがないと飛行機飛ばすことができないんです。そうですね。はい、電源車もないと飛ばせない。詳しい。そうです。電源もないといけないですし、飛行機を冷やすためのクーラーとか、そういったものもないと飛ばすことできません。先ほど笠井さん乗ってたタグもそうなんです。そういったものを含めて地上機材って呼ぶんですけども、その地上機材全般をこちらの方で整備しています。そうだったんですね。そうですよね。だって車を直す人がいなかったら、車動かないし、車動かなかったら飛行機飛べないですもんね。そうなんです。だから本当に見えないんですけど、重要な役割を担っている職場になります。いろんなことをやってます。何をしてますかって言われると、簡単にちょっとこれで説明したいなと思います。何ですかこれ？あれ？これは F15 のドア 125L っていう部品です。これ飛行機からそのまま外してきたものです。そうなんですか？で、こちらの部品に不具合があるので、新しく交換しましょうってなりますと、こういったものが綺麗なドアの部品。でもよく見てください。だいぶ違うと思います。何もなってないプレーンな状態ですね。そうです。飛行機ごとに個体差があるので、穴を開けてしまうと飛行機によってはつかなくなります。だからその壊れた飛行機に合わせて穴を開けたり削ったりしていきます。部品ってこんな手作りで作ってたんだ。そうです。それすら知らなかったです。もう一つ一つの飛行機にはその部品しか合わない、こういう構造のものはですね。で、これが一つ飛行機を直す仕事です。その他にも私たち溶接等々しておりまして、エンジン部品を直すのに、この溶接技術が必要です。溶接まで自衛隊やってるとは。作るのに2ヶ月3ヶ月練習してやる形です。はい。合わないかもしれないです。ありがとうございます。もっといいですよ、もっと。はい。こんな感じですか？そうです、そうです。ここに行けばいいんですかね？はい。はい。ですよ。はい。結構難しい。うまい。どうですか？ OK です。めちゃめちゃうまいです。これだけ綺麗に潰せるってすごいと思います。もう即戦力なんでこのまま、もう一度自衛隊に戻ってきていただけると。今回急遽ではありますが、工作も見させていただきありがとうございました。楽しんでいただけてよかったと思います。次はぜひともメインで来ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。